エル、私ね、時々ふと思うんだ。どうしてウイにだけ幸せを願う力があるのかなって。みんなそれぞれ特別な能力を持っているけど、私と似たような力を持つ友達は見つからなかったんだ。時々本音を打ち明けられる友達がいない気がして、ちょっぴり胸が苦しくなるんだ。ピコピコ。ウイにこんな力があるのは何か理由があるはずって。ピコ。よくわかんない。いつもウイの思うようにいくわけじゃないから。願ったからっていつもみんなが幸せになれるわけじゃないみたい。ピコピコピコ。応援してくれるの？ありがとう。でもたまにはちょっとしんどいかな。私と同じ力、いや似たような力でも持ってる人がいてくれたらなって。本音を打ち明けて話せたらいいのにねって。私のような誰かが、いや誰かたちかな。そんな感じがするんだ。見つけたいな。いつかは懐かしい歌声みたいに心のどこかにぼんやりと残ってるんだ。ある記憶がね。いくら頑張ってもそれが何なのかちゃんと思い出せないんだけど。ちょっとこれどういうことなの？イフリートのやつ、今度はまた何やってるのよ。なんやだ。何か助けが必要みたい。追いかけよう、エル。ウイの能力を使う時がまた来たみたい。ゲゴ出発。ウイが幸せにするよ。エル、私ね、時々ふと思うんだ。どうしてウイにだけ幸せを願う力があるのかなって。みんなそれぞれ特別な能力を持っているけど、私と似たような力を持つ友達は見つからなかったの。本当の気持ちを打ち明けられる友達が一人もいない気がして、時々ちょっぴり胸が苦しくなるんだ。ピコ。ウイにこんな力があるのは何か理由があるはずだから、みんなが幸せになれるように願ってあげようって。でも教主ちゃんは楽な力に頼りすぎたらダメって言ってたんだよね。ピコ。ウイにしかできないことだから、ウイが一生懸命みんなを助けてあげなきゃいけないって。私もそうしたいけど、よくわかんない。ウイの思うようにいつも行くわけじゃないから。ウイはみんなに幸せになってほしいけど、願ったからっていつもみんなが幸せになれるわけじゃないみたい。ゲホゲホ。あまり思い詰めないでって。よくわかんないよ、エル。教主ちゃんの言葉と君の言葉、どっちが正しいのかな。もう大変だよ。あれ、湖に住んでるナイアじゃない？なんだか浮かない顔してるけど。ギホ！ナイアを助けに行こうって？そうだね。困ってる友達はほっとけないから。誰？こんにちは、ナイア。あたしウイだよ。
あら、誰かと思ったらウイじゃない。そんなに急いでどこに行くの？それがね、急に火の精霊たちが湖畔にやってきてね。最近どうもイフリートの様子がおかしいから私に一度見てきてくれって。火の精霊たちが？うん、火の精霊たちが私にそんなお願いをするなんて初めてよ。まったく、イフリートのやつ一体何やってんのよ。ただでさえこの前の騒ぎの後始末で忙しいのに面倒ばっかりかけてなんや、まずは落ち着こうよ。イフリートが何かおかしいってことはやっぱり幸せじゃないってことだよね。ウイの出番が来たってことかな。ねえ、私も一緒に行って手伝っていい？え？ウイが？そうしてくれると助かるな。私、水加減間違えてイフリートを消しそうになったこともあるしね。ウイの霧雨程度だったらいい薬になるかもしれないね。うん、ウイが全力で助けるよ。さっさとしろ。イフリート様がお喜びになる薪を見つけて献上するんだ。あれ、なんかすごくバタバタしてない？やっぱり精霊たちみんな幸せそうじゃないみたい。一体どうしたのかな。まあ、イフリートに直接会って聞けばわかるでしょ。ちょっとイフリート、何やってんの？早く出てきなさいって。どうしよう、全然反応がないよ。ああ、私が呼んでも顔も見せないってわけ？何か良くないことがあったのかな。イフリート、今すぐ出てこないとこの火の穴を水浸しにしちゃうからね。やめてください。火の精霊さん、イフリートに何かあったの？聞かないでくださいよ。大将がご機嫌斜めで床に寝そべってるだけなんです。イフリートが？なんで？どうしたって言うのよ。さあ、それが私にもよく。もしかしてどこか具合が悪いの？そういえば地上のエルフが風邪をひいた時となんだか様子が似てるというか。ウイに何か手伝えることはある？わかりません。もともと大将の性格は火のようにコロコロ変わりますから。数日経てば治るかもしれませんし。でも私たち精霊が本当に病気になるとは思えないけど。ただの仮病だったりしてシーラの顔色を伺ってて癇癪でも起こしたとか？もう本当に世話が焼けるんだから、モナティアムから不法投棄されたビニールでも飲み込んだのかしら。ウイ、もう行こう。心配して損したみたい。でも助ける必要なんてないって。自分で何とかするでしょ。それにしてもここって前からこんなに暑かったっけ？もともと暑いところとは思ってたけどここまでじゃなかったような。とにかくウイ、もう帰って私たちだけで遊ぼう。湖で水鉄砲でもする？ウイはもう少しここにいるよ。そう。でもウイ、あんまり長居しちゃダメよ。こんな乾燥した場所にいたらエルのプルプルお肌がカサカサになっちゃうからね。わかった。エルが干からびそうになったら湖に行ってダイビングするね。ケコ、どうしてナイアについていかなかったかって？何か変なの。イフリート、
ただの仮病じゃない気がする。精霊が病気になるって絶対大変なことだって思うの。ウイは一人でも何があったか確かめたい。ゲホ！エルも一緒に調べてくれるんだね。ありがとう。イフリートってだいたい精霊の山の洞窟が絡むと機嫌が悪くなるんだよね。ガビアなら何か知ってるかも。ガビアの精霊宿はこの辺りだったはずだけど。ゲコ！あそこにガビアが倒れてる！ガビア！どうしたの？どこか具合が悪いの？病気にかかったの？精霊は病気にならないはずなのに。地の底。地の底？ここよりもっと深いところで何か起きてるの？わかった。ちょっとここで待っててね。ウイが調べてガビアを直してあげるから。どうしたの？危険。どういうこと？危ないものがあるってこと？大丈夫。ウイは見た目よりずっといろんなことができるから。ウイが一人で行ってもきっと解決できるよ。だからガビアは心配しないでここで休んでてね。精霊の山の洞窟ってほんと迷路みたい。いくら進んでも全然道が終わんない。ガビアが言ってた地の底ってまだ遠いのかな？何か聞こえる。歌声みたい。この歌なんか懐かしい感じで心が落ち着く。歌が聞こえる方に行ってみよう。エル。あれって教団に時々来る竜族さん？いつも具合が悪そうな。そうそう、あんな風にくしゃみばっかりしてた。名前はビビだっけ？実に天才的な発想ですわ。水銀の量を増やして地中に染み込ませ、そうすることで自然と火の精霊の領域まで私の支配下に収めるのですわ。ご機嫌斜めの火が無意識に大地をどんどん熱すれば、エイリアスはオーブンの中みたいに熱くなるでしょう。そうしたら私がこしらえた水銀は熱に温められて空に広がり、木くずに過ぎないお母様は追い詰められるのですわ。吸い上げる水分にも水銀、呼吸をする空気にも水銀。そうなったらもう私の前に屈服して枯れ果てるほかなくなるのですわ。白い竜族さん、一体何してるの？なんですの？いつから見ていましたの？私の背後から突然現れるなんて礼儀知らずでなくって？今すぐやめて！ガビアとイフリートが苦しんでるの。
は？なるほど、あなた精霊の山の近くに住んでる霧雨の精霊ですのね。たかが霧吹き程度の力でこの私を止めるおつもり？あははは、実に滑稽ですわね。でもちょっと面倒ですわね。誰かに見られるつもりはなかったんですけど、あなたをこのまま返してしまったらこの私の名に傷がついてしまいますし。この竜族さん、なんか怖い。竜族さんもみんなのことを大切にしてくれたらいいな。心を入れ替えて幸せに過ごせたらいいな。頭が今の願いうまく使えたかな。この力は一度やられたことがありますわ。ちりとりに乗って飛び回る薄汚いエルフが似たような力を使ったことがありましたわね。あの日ダイヤモンドの膝を枕にして媚びを売っていた私の情けない姿、翌朝正気に戻った時の私の気持ちがわかりますの？どうしてあなたが同じ力を使うのかはわかりませんが、一度やられた手はもう私には通用しないのですわ。あのような恥辱、二度と味わうものですか？ういの願いが通じなかった。今まで教主ちゃん以外にはみんな通じたのに。その顔ですわ。生まれて初めて自分より強いものを目の当たりにしたその驚き、全く予想だにしていなかったその動揺、まさに弱者の姿そのものですわ。世界は自分の思い通りにはならないって初めてお気づきになったんじゃなくって、私もかつてはそうでしたの。ああ、なんて哀れでいじらしいことでしょう。竜族さん、お願い、こんなことはもうやめて。途中でやめるつもりなら最初から始めたりなどしませんわ。哀れな精霊さん。うい、もっと強く願わなきゃいけなかったのかな。あらご自身の弱さを恨んではいけませんわ。あなたは私より気づきを得るのが遅かっただけ。あなたに解決できることなど一つもありませんから。自分を責めるなんてただの時間の無駄ですわ。さあ、それでは私の名誉を汚そうとした小賢しい精霊に罰を与える時間ですわね。あそこの穴が見えるかしら？穴って銀色の水が流れ出てる穴？普段の私でしたらそうやすやすと答えを明かすことなどしないのですが、あなたの事情を少しだけ考慮して特別に教えて差し上げますわ。あの銀色の水こそ血と火を苦しめている元凶ですのよ。そしてその水が流れ出る穴こそあなたがこの誰も来ない洞窟の隅で塞ぐべきものですわ。あなたの望み通り皆様が苦しまないためには誰かが指で穴を塞がなきゃいけませんからね。一体誰がそんなことをするのかしらね。ういが願いを使って塞げば、ういの四つ葉のクローバー
無駄なあがきはさせませんことよ。私に能力を見抜かれてあなたは負けた、そうでしょう。敗者なら潔く全てを諦めることも知るべきですわ。もう二度とそのおかしな力は通用しませんことよ。たった一人で自分の生身の力と頭だけでこの窮地を切り抜けてみるのもいい教訓になりましてよ。もっとも教訓を得たところでこの地の底からは出られないでしょうけどね。私が塞がなきゃ。みんなの幸せのためにウイが塞がなきゃ。ケゴ。大丈夫エル。ただ水が出ないように手で穴を塞ぐだけだから。急に頭がクラクラする。こんなの簡単なことだからウイならできるから。みんなが苦しまないように、みんなが幸せでいられるように、ウイが一生懸命塞ぐから。ゲコ、どうしたのエル。ゲコゲコ、私の顔色が悪いって？私平気だよ。大丈夫。安心して。心配しなくていいから。ちょっと疲れちゃっただけ。ゲコゲコゲコ。何お前、霧雨の精霊が乗ってたカエルじゃない。確か前に見かけたよね。何一人でうろついてんのよ。いつもニヤニヤしてるご主人様はどこに置いてきたわけ？ゲホゲホゲホ。ほんと、そうなんだ。ゲホ。そっか。全然わかんないけどね。ゲコゲコ泣いたって私にわかるわけないでしょ。ゲホ。あれ、もしかしてこの美しい幽霊を新しいご主人様にしたくて来たの？まあ確かにただ可愛いだけだとすぐ飽きちゃうしね。私くらいじゃないとこの子ちょっと綺麗かもなんて思わないもんね。とにかくよく来たじゃない。私を乗せられる栄誉なんてそうそう味わえるものじゃないのよ。キク。まあいいわ。まずはそのファッションから見直さなきゃだけど、私を乗せてくれるってんなら悪い気はしないわよね。今ここで乗ってあげましょうか。その背中こっちに向けなさい。背中を向けなさいって。背中を。何すんのよ。ちょっと離しなさいって。私美味しくないから今すぐ吐き出しなさいよ。ぬるぬるして気持ち悪い。ゲホ。ちょっといきなりどこに飛び跳ねていってるのよ。止まりなさい。止まれって言ってんでしなんだそのざまは。
今時の幽霊はカエルに食われてから精霊の山に来るのか？そんなくだらん手が通じるとでも思ったか？もう最悪。唾液まみれになっちゃったじゃない。幽霊、今すぐここから出ていけ！精霊の山はお前のようなトラブルメーカーが足を踏み入れていい場所ではない。私が好きでこんなところまで来たとでも思ってんの？あのカエルがいきなり私をくわえてここまで飛んできたのよ。こっちだって来たくもなかったんだし、言われなくてもこっちから出てってやるわよ。行こう。ちょっとなんで邪魔すんのよ。私はこんな退屈なやつらの住みかになんていたくないのよ。待て、そのカエル、霧雨の精霊が乗ってたやつではないか？精霊の湖の近くの池に住む霧雨の精霊、名前はウイだったな。なぜセリーネのような幽霊と行動を共にしている？はあ？一緒にいちゃダメなわけ？私みたいに魅力的で刺激的な幽霊はみんなが放っておかないでしょ。まったく、その高慢な性格はシェイディといい勝負だな。顔を見るのも煩わしい。何？羨ましいの？まあ来る日も来る日も外の風に当たってカサカサしてる風の精霊様ならそりゃあ羨ましくもなるわよね。なんだと？今ここで一戦交えたっていいんだぞ。やれるもんならやってみなさいよ。どんなに殴ったってそよ風程度にしか感じなさそうだけど。もう我慢ならん。幽霊の沼までぶっ飛ばしてやる。うわあ！何するんだ！離せ！こんな皮膚カサカサな風の精霊となんかくっつきたくないんだけど。乾燥肌が映るじゃない。何度考えてもやはり気になりますわね。自分の言葉や願いを叶える力だなんて。あの薄汚いエルフに加えてあの精霊まで。とんでもない力をあまりにも多くの者が使いすぎているのではなくて、本来この世界は世界中お母様が作りし世界。あのような力を使うことが許されるのはお母様ただ一人であるべきはずなのに、エルフのような異邦人や精霊のような下僕がそんな力を使うだなんて、何かが大きく間違っているのですわ。やはり私の思った通り、お母様は力を分け与えるのに何の基準も規則も持っていないのね。思いつきで力を振り回し、後のことなど考えもしないその浅はかさ。考えただけで虫唾が走りますわ。早く私の計画を進めませんと、まだ眠りについている姉妹たちのためにも、この世からお母様のような出来損ないを排除し、礎を築いておきませんと。真の幸せの中で生きていける私たちだけの世界のために。幸せ？なんだか胸騒ぎがいたしますわ。この感覚、まるで過ちを犯しているような。いつも幸せだけを追い求めていた誰かが、姉妹がいたような気がして。まさか、もしかして。いいえ、そんなはずはありませんわ。ありえないことですわ。
一度確かめた方が良さそうですわね。私、過ちが許せない性分ですので。エル、どこに行っちゃったの？初めて目を覚ました時、私を迎えてくれたのはエルだったのに、私の初めての友達だったのに、私を置いて行っちゃったの？もしかしてたまには一人で飛び跳ねてみたかったのかな？ウイと違って一人で行きたい場所があったのかな？ごめんね、エル。私、自分のことばっかり考えてたみたい。だから、戻ってきてよ。エルの気持ち、もっとちゃんと聞くから。私、一人は嫌だよ。目が覚めたとき、周りに誰もいなかったあの光景がすごく嫌だったんだ。ウイは一人じゃ幸せになれないよ。ああ、古墳。竜族さん、戻ってきてくれたの？よかった。みんなの幸せのために考え直してくれたんだね。お黙りなさい。私は一度言ったことを覆したりはしませんのよ。確かめなくてはいけないことがあって戻ってきただけですわ。確かめる？あなた、最初から精霊でしたの？これはあなたをその数奇な運命から解き放つことができる問いですから、正直に答えた方がよろしいですわよ。どういうこと？ウイはずーっと精霊だったよ。まだ正直に答えるほど追い詰められていないようですわね。もっと苦しめて差し上げることもできますけど、万が一私が案じている通りであれば後悔するのは目に見えていますから、言葉で説得を試みますわ。少し昔話をしましょうか。昔話？ええ、昔の話ですわ。この世界、いいえ、似ているようで違う世界の7人の姉妹の物語。美しく手入れされた庭園で7人の姉妹が幸せに暮らしておりました。永遠に続くかと思われる日々の中で悲しみというものを知らず、自らを作ってくれたお母様の手の中で姉妹たちはそれぞれがお母様の腕に抱かれようと自分を誇示し、時には争うこともございました。あなた、この物語に覚えがありまして？ウイはわかんないよ。覚えがあるって言ったらやめてくれる？もう一度よく思い出してみることですわ。あなたが持っている力はお母様が誤って7人に授けてしまった力ですの。お母様自身も気づかないうちに自分と似た存在を模して作ったために、自分でも手に負えなかった力が流れ込んでしまったのですわ。時が経ち、再び目が覚めた時にはなぜかその力を再び使うことはできませんでしたけど、あなたのその願いを叶える力は明らかにお母様の力と同じ流れを組んでいるのですわ。
最初はお母様が新しい世界を作る時に7人に似たような力を分け与えたのだと思いましたが、それでは少し不自然だと思い至りましたわ。偉大なるお母様はご自身の過ちを冷淡に処理しましたから、同じ過ちを繰り返すはずがありませんわ。まあもし本当にそうなら、お母様は出来損ないを通り越して愚か者も同然だと自ら証明することになりますから、滑稽なことですけどね。竜族さんは何の話をしてるの？霧雨の精霊よ、これはあなたの物語ではありませんの。ウイにはわかんないよ。聞いたことないよ。でも知ってるって言ってほしいんだったら、知ってるって言うから。それで君が幸せになれるなら、君の幸せのためにそうしてあげるから。うるさいですわね。そんなことをしてどこが幸せだっていうのよ。ただ相手のご機嫌を取るだけで互いに幸せになるとでも思って？まだわからないんですの？そんな偽りの幸せなんか何の意味もありませんわ。一体その態度は何ですの？どれだけ長い間自分自身を偽って生きてきたのかしら。なんて愚かなのでしょう。お母様と同じですわ。他人のご機嫌を取るために私たちを作り、そして捨てたお母様と。怖いよ。怒らないで、竜族さん。全部私が悪かったから。ごめんなさい。怒らないで。ういはただ悲しくなりたくないだけ。幸せなまま生きるのが一番心地いいんじゃないの？誰も悲しまない世界で、みんなが気楽に幸せに過ごしてくれたらいいなって思ってるだけだよ。あなたまさか。ちょっと待って、もしかしてあなたは自分の幸せを願わなかったんですの？よくわかんない。でも多分願わなかったと思う。ういはいつも幸せだから、そんな願い事をする必要ないからだから他の友達を探し回ってみんなの幸せを願ってあげてるんだ。なんですって。この愚か者、なんてことをしているのよ。ギク！なんですのこれは。その口の中になんで友達を入れてるの？お腹が空いたからって誰でも飲み込んじゃダメって言ったでしょそうよ、早く下ろしなさいよ、このカエル。ベタベタして熱い。戻ってきてくれたんだ。私を置いていったんじゃなかったんだね。ゲフー。私を助けてくれる友達を呼びに行ってたの？ごめんね。私そんなことも知らずに。しまった、気を取られてカエルがいなくなったことに気づきませんでしたわ。お前竜族じゃないか。ここでウイと何をしている？風の精霊さん、友達乗りの幽霊さん、竜族さんを止めて。竜族さんが怒って怖いことをしようとしてるの。何？
怖いことって？何しようとしてんのよ。火の精霊たちを怒らせて水をなくそうとしてるの。何それ？そんなことができるっていうの？シェイディの差し金？今度は竜族まで利用するつもり？そうなのか竜族。ウイの言ったことは本当か？さあ言え。事実なら覚悟するがいい。そのような真似をさせておくと思うか？やはりなかなかの弓さばきですわね。精霊の山を治める上位精霊、さらに風。普通のやり方では私の力は通じませんわ。あのカエル、頭が回りますわね。こんな厄介な援軍を連れてくるなんて。逃げるな。正面からかかってこい。精霊の山を乱す存在はエーリアスの果てまで追うからな。ああ、高潔な風の精霊様は精霊の地を守るのにお忙しいことで。友達乗りの幽霊さん、久しぶり。ほらこれ、来る途中で拾ったから。お前のカエルが私を乗せて妖精王国に寄った時に持ってきたのよ。これって私の四つ葉のクローバー。そういえば思い出した。昔妖精さんに一つ分けてあげたことがあったんだ。それをちゃんと覚えてて持ってきてくれたの。エル、ゲコ、ありがとう。今後は質屋の妖精には見つからないようにするのね。こいつドアをぶち壊して入って文字通りペロッとやったからね。いや、っていうかカエルだけ外に行かせて、お前はここで何してたの？この穴を塞いでたの。竜族さんがここから恐ろしい水を流してて、ウイが塞がないとガビアが苦しむって。白くキラキラしてるのは何？銀みたいなやつ？すごく暑い時にこんな風に水みたいになるって聞いたけど、熱くなかったの？これ。熱くないよ。あれ？私が間違ってたのかな？まあ竜族だとか鉱物だとか興味ないし、私の知ったことじゃないけどね。お前顔色がちょっと悪くない？大丈直接この銀色の水に触れてたから具合が悪くなったんじゃないの？ちょっとどいてみて。ダメ。ウイが塞いでなきゃ。いいからどきなさいって。ほらこうやって適当に石ころでも拾って塞げばいいじゃない。なんでわざわざ手で塞いでるの？そうなのかな。石が弾き飛ばされた。これじゃあダメか。どうしようかね。ゲコー。そうだ。ウイが願いをかければ。願い？穴から抜けないようにウイがぴったりな石を見つけるってこと。はあ、さすが精霊っていうか、ほんと中身のないこと言うわね。この石をはめればいいと思う。へえ、ほんとに穴と同じくらいのサイズね。
ぴったりハマったみたいね。お前意外と器用じゃない？おや、我らが上位精霊様が全部片付けてお戻りになられたみたいね。おいエアコン、やっと全部片付いたみたいじゃない？何そんなにのんびりやってんのよ。何？お前勝ったんじゃなくて負けたの？戦えば戦うほどなんだか力が抜けて。実に愚かですわね。世界樹が雑用のために作り出した下僕の分際で私に対抗できるとでも思ったのかしら。一体何をやったのよ。まともに戦ったらシェイディとも互角なのに。暑い場所に誘い込みましたの。火の精霊の精霊宿が近くにありますしね。温めることで私の力が風に及ぶように少し頭を使わせていただきましたわ。何よ、この竜族そんなに強いの？気をつけて、友達乗りの幽霊さん。ウイの力も全然通じなかったよ。お前は無理に決まってんでしょ。霧雨くらいしか降らせないやつが誰に勝てるっていうのよ。そうかな。そこの幽霊の方、どいてくださいな。どうせ精霊の領域を守ることにも大して興味はないのでしょ。無駄に力を使いたくありませんから、今のうちにお引き取りになった方がよくてよ。じゃあこのカエルの精霊には用があるってわけね。ウイはカエルじゃなくて霧雨の精霊だよ。ええ、せっかくいいところだったのに突然来たあなたたちに邪魔されましたからね。今すぐ風の精霊を連れて私の前から消えなさい。はあ、竜族はありえないくらい傲慢って言うけど噂は本当だったみたいね。はあ、悪いけど尻尾巻いて逃げるわけにはいかないから。なんですって？このカエル、じゃなくて霧雨の精霊に用があるなら私を倒してからにしなさいよね。なぜ幽霊が精霊を守るんですの？それはね、まあ一度世話になっちゃったからってとこかな。友達乗りの幽霊さん。ウイは大丈夫。逃げていいか黙ってなこのおバカ。このお姉ちゃんが覚悟決めて助けてやろうって言ってんのにピーピー騒ぐんじゃないわよ。お前がいないと次雪降らせるやつがいなくなっちゃうでしょ。なんですって？雪を降らせたですって？一体今まで何をやってきたんですの？お前の知ったことじゃないわよ。とにかくこの子に用があるならまず私にかかってきな。私耐えるのにはちょっと自信あるのよね。お前みたいな鼻垂れ小娘の竜族くらい相手にできないとでも思ってんの？私は少し病弱なだけですわ。図星？全く図星ではありませんわ。私が耐えてきた歳月がどれほどだと思っているんですの。その程度で。トシあなた、ただでは起きませんわよ。マ？ならかかってきなさいよ。どっちが先に倒れるか見てみようじゃない。たったこんだけ？この程度の力で風の精霊にどうやって勝ったの？
姑息な幽霊め、私の能力が全く通じませんわ。竜族や精霊とは違う仕組みで動く存在のようですけど。友達乗りの幽霊さん、強い。どう？なかなかやるでしょ。綺麗なのは顔だけじゃないのよ。私も幽霊たちの中じゃやるときはやる方なんだから。今は勝てる方法は見つからないようですわね。幽霊たちについて改めて調査する必要がありますわ。ほらほら、何をそんなにためらってるのよ。全部受け止めてあげるから早くかかってきなさいってば。ふむ、別の方法が必要ですわね。何？ビビったの？ビビったのではなく考えているのですわ。口先だけ立派でただビビってるだけじゃないの？そんなことありませんわ。本当に厄介ですわね。私の力で簡単に全て制圧できると思っていましたのに、私がこんなことを企んでいたと知られたら、竜族たちや教団での立場が危うくなりますわ。決闘に勝つ方法は真正面からの勝負だけではありませんし、きっと何か方法が。なんだ、竜族なんて大したことないじゃない。風の精霊をボコボコにしたからちょっとビビってたんだけど、後で竜族の洞窟に乗り込んでいたずらを仕掛けてみようかしら。エルフのやつらよりもっと面白いかも。風の精霊。竜族さん、もうやめて。みんなで一緒に謝って誤解を解こう。竜族さんも精霊たちに怒ったからこんなことをしたんだよね。そうなんだよね。何が気に入らなかったのか教えて。理由を言ってくれたらウイが先に謝るから。そうすればみんな幸せに過ごせるんだよ。ちょっと、私が勝ってんのに何謝ってんのよ。愚かな子ね。謝罪では解決できないこともありますわ。目先の幸せにとらわれているから真の幸せを失ったのですわ。そんなことない。みんな最初はそうやって始まるの。ちょっとした誤解から嫌いになってそれが喧嘩になるの。ウイが見てきた不幸はみんなそうやって始まったんだ。喧嘩ってみんな小さなことから始まるんだよ。取り返しがつかなくなるまでお互いに離さないから。最後にはお互いなんで喧嘩してるのかも忘れて意味もない喧嘩だけになっちゃうの。まあ、そうよね。SP のやつ、私が縛っていじめたこと未だにずっと根に持ってるからね。友達乗りの幽霊さん、それはちょっと違うと思うよ。後でちゃんと謝って。ちょっと、幽霊はみんなそうやって遊ぶんだって。そう、思い出しましたわ。もともと私の計画は幽霊との決闘ではなかったのですわ。私がこの状況から抜け出すには状況を利用するしかありません風の精霊さん、わね。よくお聞きなさいませ。直ちにこの者たちの記憶を消し去りなさい。はあ？何言ってんの？ここに物忘れの激しいやつでもいるわけ？私があのピンク色の幽霊に勝つ方法はありませんが、それはお互い様。あなたたちも私に勝つ方法はないでしょ？
はあ、どうしてそれがわかんの？私が勝つかもしれないじゃない。私にそれがわからないとでも？あなたはただ私の攻撃を耐えているだけで、まともに反撃したことなど一度もありませんわ。反撃したわよ。決闘の最中にあのタオルのようなもので私をペチペチ叩いたのが反撃だったというのなら、自ら私に勝てないと証明したも同然ですけどね。ですからこの者たちの記憶を消して何もなかったことにしてくださいな。そうすれば私も精霊の山を熱するという計画を諦め素直に帰りますわ。どうです？これであなたの願いは叶うのではなくって？何？霧雨、お前そんなこともできるの？ういはそのどうせ記憶を消してしまうのだから本当のことを言っても構いませんわ。本当に無意味なためらいですわね。思い通りに進む世界とはなんと虚しいものでしょう。竜族さんの言う通りだね。でもういはそんな願いを叶えることができるんだ。ういが心から願うことは全部現実になるんだ。そうだったの。面白い力ね。友達乗りの幽霊さんはその力がおかしいって思わないの？まあ他のやつらがどう思うかは知らないけど、私たち幽霊には変な能力を持ってるやつなんていくらでもいるしね。お前の能力くらいならちょっと特別ってくらいかな。そうなんだ。早くしなさい。早くしろって言ってんの。あの竜族のやつが言ったように力を使うから全部打ち明けたんじゃないの？でも大丈夫だって霧雨。たかが数人の記憶を消したくらいで世界は変わんないから。それどころかいいこともあんのよ。それを楽しんでるやつもいるしね。お前にその力が備わってんのはどっかで役立つからなのよ。だからお前が好きなように使っていいの。私を見なさいよ。生まれつきのこの美貌と力を平然と使ってるじゃない。だからためらう必要なんてないの。わかった？まったく無責任な言葉をよくもまあ並べ立てられること。幽霊たちはいつもそんな感じなんですの？お前だって自分の力を好き勝手使ってるじゃない？銀色の水をまいて精霊の山をめちゃくちゃにしようとしたでしょ？みんなそんなもんよ。私もお前も霧雨もありのままの自分で生きていくのよ。むしろありのままの自分を隠し無理に自分を作って生きる方がおかしいんじゃないの？ねえ竜族、さっき言ったこときっちり守ってくれるんでしょうね。私は名誉を重んじる銀の竜族ビビですわ。自分が言った言葉はきっちり守りますわ。まあ竜族には変な基準があるって噂は聞いたことあるし、それならいいわ。ほら霧雨、さっさと力を使いなさいよ。風の精霊さんは関係ないでしょ。ちょっとやり合って気絶しただけだから、どうせまともに覚えてもいないだろうし。むしろ好都合よ。カエルの口の中で私とベタベタしてた記憶なんてあいつだって嫌でしょ。ではこれで全てまとまったかしら。
さあ、あなたの望み通り幸せのために願いを叶えなさい。でも大丈夫だって霧雨。記憶はいつか戻ってくるからね。物忘れの激しいやつもいつもそんな感じだし、心に刻まれた記憶は必ず戻ってくんのよ。ごめんね。本当にごめんね。あれ、私なんで泣いてるんだろう。なんだか悲しい夢を見た気がするけど、何も思い出せない。こんなにたくさん涙が出るってことは本当に悲しい夢だったのかな。いつもみんなを幸せにしようって頑張ってるのに、夢の中では願いが通じなかったみたい。一体どんな夢だったんだろう。気にしない方がよくてよ。お、龍族さん。あ、誰か分かった気がする。私は、そう、私はビービーって言うんだよね。たまに教壇に来て散歩してるの見たことあるよ。はじめまして。あたし、ウイって言うんだ。いつも幸せそうな子ですのね。そうでしょ。ウイはいつも幸せだよ。友達のために幸せを願ってあげてるんだ。あれ、龍族さん、目がうるうるしてる。泣きそうなの。何か悲しいことでもあったの？ウイが助けてあげるよ。うい、涙は悲しい時だけでなく嬉しい時も流れるものですわ。今はどちらなのかよくわかりませんけど、ごめんなさい。少しだけ寄りかからせてください。たまには嫌な記憶も心に留めておくよう努力することですわ。不幸を経験してこそ幸せは訪れるものです。どうしても耐えられない時は仕方ありませんが、不幸の川の流れに身を任せてこそ幸せの海にたどり着けるのですわ。時には欲張りすぎず、すべてを流れに任せてみることね。わかった。そして心配しなくてもよろしくてよ。あなたが覚えていなくても約束は守りますから。約束？精霊の山に害を及ぼすことはもういたしません。それと私ともう一つ約束していただけますか？どんなこと？最初に願いをかけた時のことを思い出すように努力していただけませんか？願い？あはは、何のこと？願いって？一番辛かった時にかけたあの時の願いですわ。まだ完全に残っているかはわかりませんが、小さなかけら一つでも探してみることをお勧めしますわ。今になって振り返れば良い思い出だったのかもしれませんから。教主ちゃんが教えてくれる人生の教訓みたいなものかな。龍族さんの言葉難しいけど心から言ってくれてるみたい。わかった。やってみる。いい子ね、私の妹。
妹？いいえ、私少し口が滑っただけですわ。お気になさらず。何か思い出したら地下まで私を訪ねてきてくださいね、霧雨の精霊。その時になったらあなたと話したいことがたくさんありますから。わかった。それではこれにて、私は竜の巣に戻り別の計画を練ることにしますわ。一人現れたのなら全員現れるかもしれないってことですし、みんなどこかで姿を変えて生きてるのかもしれませんわね。計画を大幅に修正しなければなりませんわ。何よこのジメジメした洞窟って精霊たちの土地じゃないの？あれ、幽霊さん？友達に乗ってたような。昨日ブドウジュースを飲みすぎたのかな。一人でここまで来て何してんだろう。ここはガビアの領域だが。ってセリーネ、お前どうしてここに？知らないわよ。何をした？私をここに連れてきたのはお前か？シェイディの差し金か？今すぐ白状しろ！白状って何よ。お前が勝手に夫婦吹聴してるだけじゃないの？このカサカサ風の精霊。うい、今すぐガビアとナイアを探せ！幽霊たちがまた精霊の山に何かしようとしてるぞ。わかった風の精霊さん。ちょっと私何もしてないってば。ついてこないでよ。喧嘩売るならシェイディにでもすればいいでしょ。待て！幽霊さんたちと精霊さんたち、いつも仲悪いみたい。みんな私には優しいと思うんだけどな。グイゴ、そうだよね。エルもそう思うよね。ゲゴゲゴ、願いをかけて二人とも幸せにしてあげようって。ゲゴ、よくわかんない。自分なりに悩んで願いをかけてるんだけど、いつもウイの思うようにいくわけじゃないから。ウイはみんなに幸せになってほしいけど、願ったからっていつもみんなが幸せになれるわけじゃないみたい。ゲゴゲゴ、あまり思い詰めないでって。よくわかんないよ、エル。でもそうだ、任せてみよう。今回はただ流れに任せてみよう。お話上手な竜族さんが言ってくれたみたいにね。心から言ってくれた竜族さんの言葉を無視できないから。教主ちゃんも似たようなことを言ってくれたと思うし。ゲゴ！よし、じゃあ今日はナイアと楽しくおしゃべりしに行こうか。ゲゴゲゴ、今度こそ